おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のジョリーンだよ。まとめて相手してやるわ。今シーズンでの調整で大幅パワーアップを果たしたジョリーン。実装当初の心もとなさはもはや過去の話。メタリカつまり敵でいいんだな。レベルアップによって手数と機動力が上昇するようになり、アルティメットスキルもスタン時間が強化されキャラパワーが大幅アップ。その恩恵はもちろんペア戦だけではなくソロ戦でも大きい。レベルアップという条件付きではあるが全キャラ中トップクラスの機動力でフィールドをガンガン駆け回ることができる。機動力の高いキャラはアイテムやダービーの資格のダッシュ、危機回避やポジション取りといったあらゆる面で有利が取れる。再起不能になった。新手のスタンド使いだ。同じく機動力の高いディオ様と決定的に違うポイントは攻撃リーチが長いというところ。リーチの短いキャラに対し、圧倒的機動力で自分の前に持ち込みなおかつ相手の射程外から攻撃できる。距離の取り方にさえ気をつければ相手は無傷で自分の前に持ち込むことは困難だし、なおかつ圧倒的機動力の差から逃げることすらできない。まだレベルマックスにもなっていないしジョウスケをこのまま最後まで残す理由もない。相手には気の毒だがここは徹底的に狙わせてもらおう。てめえ、いつまでも俺に絡むんじゃねはっきり言うわ。あんた、何か気に入らないわ。え。てめえこら、ふざけてんじゃねえぞ。とはいえ相手との攻撃力の差は 1.67 倍。間合いの調整をミスって反撃を受けてしまえば与えたダメージの量なんてあっという間に覆る。特に障害物を挟んだ戦闘になった時は間合いの調整をミスしがちなので、そういった場面は特に慎重に立ち回りたい。これで4発命中か。相手を倒すのに多くてもあと6発必要だがこの先の地形もジョリーンが圧倒的有利。問題は時間をかけすぎて他のプレイヤーに横槍を入れられないかどうかだ。ここからは周囲の気配にも注意しよう。いや、このジョウスケ君ならやれる。いいえ、もうおしまいよ。てめえ、やめろこそら。のまま眠りな。貴様この野郎。こんなそばまですでに近づかれていたとは。糸を伸ばせば。おっと物音を聞きつけた別のジョウスケがそばまで迫っていた。しかし一旦距離さえ取ってしまえばこちらが有利だ。あのジョウスケも再起不能、もしくは後半戦えないレベルまでダメージを与えさせてもらう。しかし後から来たジョウスケはアルティメットスキルを持っている可能性が高い。いきなりプッツンしながら飛び込んでくる可能性もあるので距離の取り方には一層。しまった。ツッコミ用のね、大ボケかましてやがんな。どらしかしょ、てめえ。うげえやらかした。距離を取るどころかまさかの操作ミス。てめえ。こいつのパワー、やばい。エリア際に追い詰められて案の定プッツンを使ったか。しかし発動前に距離さえ取っていれば逃げるのはたやすい。一旦仕切り直してから再度仕掛けていこう。しかしこの辺りにはまだアイテムが残っているようだな。てめえ、外に出たってよ。逃げられると思ってんのか。なんだあいつは。ジョウスケが無理やり詰めようとしているが先回りしてアイテムはいただく。おっと次の建物にはハイディオ様がいるな。ジョウスケから距離を取るのはたやすいが、どうあっても相手は私を叩きたいようだしここはこの状況を利用してみるか。地の果てまでてめえを追ってやっからなこら。死にたいのか。ダメ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 。よしハイディオ様と勝ち合ってジョウスケはリタイア。ハイディオ様にも結構ダメージ入ったぞ。さて残り人数は3。しかし最後の1人の正体は分かっている。さっきの建物に飛び込んで交戦している最中、かすかにリゾットが透明化を使用する音が聞こえた。つまりあの建物から一気に距離を取れば透明化でこっそり近づかれる心配もない。そしてこれだけ動き回っていれば透明化で近づかれてアルティメットを当てるのは難しいし、射撃ならば居場所を特定できる。さて相手はどう動く？くらえメタリカ。よしリゾットはハイディオ様の方に行ったぞ。チャンス。俺はお前に近づかん。死んでもらう。近寄るな。くらえ。ここで決着をつける。私は空城ジョリーン、ラストサバイバーよ。リゾットがハイディオ様にアルティメットを使ったタイミングで一気に距離を詰め、そのまま押し切って勝利。ハイディオ様はダメージを受けていてメタリカのダメージに耐えきれないことは分かっていたので気兼ねなく攻められた。
近距離タイプでリゾットに攻撃する場合、相手にアルティメットを食らわないようつかず離れずの距離を意識するのが大事。こちらのアルティメットさえ当たればダメージレースでも負けないという安心感もあるし、今のジョリーンはソロ戦でも実に強くなった。それでは次の対戦行ってみよう。どこからでもかかってきな。お、早速シールド発見。そしてそこの気配はプレイヤーだな。やれやれだわ。大シールドを先に取っているのでこちらは一発多く耐えられる。強気に攻めていくぞ。何球続ける？まずい。もう遅い。やるな。よし、早速プレイヤーを一人撃破。他に近場からスタートしたプレイヤーはいなかったので周囲のダービーの四角のチップは全ていただきだ。ジョリーンの機動力ならば音がした方向にすぐさま駆けつけてダービーの四角を回収できる。ここにいる奴らのチップを奪えば早くもレベルマックスだな。最初に無理をした分これで他のプレイヤーからチップを奪いに行かずとも後半戦えるようになった。さらに1体残っていたダービーの四角も撃破して余分にチップを1枚ゲット。まずい射撃キャラだ。エメラルドスプラッシュ。かなり強くなったジョリーンではあるがやはり射撃キャラに狙われ続けたくはない。他にもアルティメット含む全ての攻撃をバニシングで回避されてしまうディアボロには相変わらず相性最悪。通常攻撃の性能が手数以外上位互換のブチャラティ相手には殴り合いで不利など苦手なキャラや場面はいくつもある。今回は歌教員の他にもホルホースまでいるな。射撃キャラが複数いると得意の立体軌道で高台を取ってもキープしづらかったり何かと厄介だ。さっきから狙われ続けて体力が削られ続けている上にシールドもあまり残っていないので、万全の状態で後半戦にはいけそうにないな。しかしまあガードもない機動力が普通のキャラではここまで狙われまくるとこの程度の被害では済まない。ここはなるべく被害を減らすよう立ち回り少しでも後半戦で余力を残すことを意識しよう。さてようやく射撃キャラの狙いから外れて一息つけた。残り人数はずっと7のままだが向こう側では乱戦状態。ここはエリアの縮小に合わせながら移動して極力狙われるのを避けていこう。先ほどちらりと見えたキラが爆弾を仕掛けているかもしれないのでもう建物内を移動するのは危険だが、屋根の上を移動していけば問題ない。下では他にジョウスケの気配もするけどこの地形と乱戦では万全とはいかないはずだ。さてだんだんエリア内の建物も減ってきたな。削り取ってやる。やるな。すげえ圧迫感のある女よな。こんな時にあのショーからかってんのか。うるせえな。てめえを削り取りたくて撃ってんぞ。空間削りで私を引きずり下ろしたかったようだが射程の弱体化を受けた今の奥安では、こちらの通常攻撃とのリーチ差は歴然。さて下ではポジションを取れなかったプレイヤーたちがぶつかってどんどんアルティメットを使っているぞ。今のうちに安全な場所に飛び降りておくか。ざけんじゃねえ。ほんと遠慮しないで。ゆっくりでいいよ。さて降りれは下が狙われていないので攻めるのはまだだ。攻めるならば残り人数が3の時。ここで決着をつける。俺を攻撃しようっつうのか。おとなしくしてな。よけてんじゃねちくしょう。てめえこらふざけてんじゃねえぞ。え。そのまま眠りな。ジョウスケの2回目のアルティメットは来るか。しかしまだエリアの広さは残ってる。よしないな。再起不能になったわ。うだら。もう遅い。私は星の光を見ていた。有利ポジションをキープしながら消耗戦を回避し、アルティメットとリーチ差を生かして勝利。防御系のアルティメットを持つ相手と終盤の殴り合いはジョリーンの苦手とするところだが、ある程度の広さとアルティメットを使えば回避できないことはない。そうなる前に体力を削る方をしておくのが理想だが、今回のような他のプレイヤーの攻撃が激しく狙いに行けなかった対戦などでは選択肢の一つ。高い縦移動能力による有利ポジション確保の容易さと、攻撃リーチの長さが両立しているのもジョリーンの大きな強みだ。それではご視聴ありがとうございました。